はい、こんにちは。今回はですね、東京ビッグサイトで開催されるサイクルモード東京2026に来ました。この2日間私ホイールブランドのネペストのブースのゲストとして2日間会場にいるんですけど、空いた時間を見つけて、ユニークな製品とか注目の新製品がないかブースをチェックしていきたいと思います。あと今回試乗コースが数キロ離れた海の森公園になって、コース自体かなり充実してるらしいんで、そこも見に行ってみたいと思います。はい、ということで会場入りました。今回は東京ビッグサイトの第7ホールだけを使って行われてます。で、試乗会場の方はまた別の海の森公園の方に丸ごと移設された感じです。じゃあ順番にブース見ていきましょうか。はい、まずは今回私がお手伝いしているネペストブースです。ネペストではこんな感じのおみくじをやってて、なんかいろんな商品が当たるようになってて、今ちょっと列短いですけど、一時期はこのブースをこの字型に取り囲むように行列ができました。そして新製品があって、それがこれですね。まずはグラベルホイールの 29mm のワイドリムのベロと、そして平地向けロングライド向けのワイドリムのホイールリライの46と54です。別のレビュー動画で紹介はしてますけど、このリブの内幅が 24mm とかなりワイドで、リブの外幅は 33mm、ちょうど 30C のタイヤを履いた時に効果的なエアロな形状になるように設計されてます。でこっちが 54mm でこれが 46mm リムですね。スポークは前後で違って、フロントが18本、そしてリアは多めの24本にして駆動効率を高めてます。でこのリライ46の方は重量も 1245g と結構軽量です。でスペックはこんな感じです。でこのリライなんですけど、価格が結構魅力的なんですよね。定価が18万5000円と、20万円切ってくるのに加えて、今回発売記念セールっていうことでホイールの価格が2万円引きの16万5000円となってます。しかもこれに加えてこのクーポンコードを入力することでさらに 8% オフになって価格が15万円ちょっとになります。この2万円オフは期間限定なんで、購入検討されている方はなるべく早く決断いただければと思います。ラインナップはこのリライ46とよりディープなリライ54、そしてフロントが46でリアが54のリライ X っていうのも用意されてます。皆さん聞こえてますか？新品ホイール抽選で1名の方にこのホイールが当たるかもしれません。よろしくお願いします。今日司会をさせていただくのはハウスサイクリングのタックミンと申します。いいですか？皆さん、はい、せーの。じゃはい、202番。202番。これも言ってくれましたね。202番。おめでとうございます。ヨネックス、ここはね最近出たエアロロードのトレースを展示してますね。こんな感じにこれあれですね、フードを模した感じの展示になってます。ここは後ろ壁になってるんで、実際の風の流れとはちょっと違いますけど、ハンドルとかヘッドチューブとかの感じは参考になるかもしれません。フレーム形状の試作に使われたモデルもここに展示されてますね。はい、そんな感じでレビュー動画以上になります。高さシート長20センチないぐらいのちっちゃいサイズですけど、こういうので検討してるみたいですね。3月の7、8で最終的な量産の形状はこんな感じ。そこで試乗ができるので、試作の形状と比べると、細かい点が変わってるかなと思います。
次カンパニオーロは、ワイヤレスの13速のコンポーネントとか、あとホイール類とかの電池がメインですね。コンポーネント実物見ることってあんまりないんですけど、リアディレイラーとかはかなりごつくなってます。で先代のスーパーレコードのワイヤレスはボタンが上下に2個並んでて割と操作しづらかったんですけど、今の13速になってから親指ボタンが復活して、従来のカンパニオーロの操作感が戻ってきた感じです。ここはね、上半からでも下半からでもなんか握りやすい絶妙な位置についてました。でホイールについてはこれは、カンパニオーロボーラウルトラの WTO45mm ハイトかな、現行の C23 です。リムハイト 45mm で内幅が 23mm で、グラフィックが白基調のロゴになっているものですね。このねデカール自体はハイドログラフィックっていうなんか水転写のデカールを使ってるみたいです。普通のステッカーと違ってこの境目から汚れが入ってこないんで、見た目はかなり綺麗ですね。あと軽量みたいです。川島サイクルサプライピナレロブースですね。ピナレロはもはやモデルがどれがどれかわからなくなったんですけど、ドグマシリーズ中心に並んでますね。これがドグマ F なんで一番上のやつかな。で115万5000円って書いてて安いなと思ったらこれフレームセットの価格でした。で、お向かいはピレリはね、今一番注目してるのがこれですね。TPU チューブです。こっちのスマーチューブっていうのが普通の TPU チューブなんですけど、こちらちょっと値段が高いけどスマーチューブ RS、 こちらね全然触った感じも走行感も違うらしいです。こっちは手で押すと結構硬質ないわゆる TPU チューブなんですけど、これはねなんかサラサラもちもちというか、ラテックスチューブとかに近いような触り心地ですね。実際乗ってみても乗車感全然違うらしいです。今プロのレースはチューブレスタイヤが主流ですけど、実際シーラントの管理とか大変だったりするんで、アマチュアだと TPU チューブも結構見直されてるんですよね。でその中でも軽いけど走行感も優れているっていうこういう製品が出てきたみたいです。値段も結構するんで、ちょっと安いタイヤが買えそうなぐらいの価格帯ですけど、あとタイヤレバーとか割と噛み込みやすいらしいんで、取り扱いはちょっと神経質にならざるを得ないところはあるみたいですけど、ちょっと機会があったら試してみたいですね。でここは竹之内優の優さんの黒缶レース用のバイクが置いてあります。ピナレロ XC、 なんかサスペンションのこの取り付け部分が別パーツになってるのユニークですね。だいたいこういうの一体型になってるのが多いんですけど、でさっき優さんがいたんで聞いたんですけど、タイヤの空気圧は 1.1 から 1.2 ぐらいで、最近のクロスカントリーレースタイヤ幅が 2.4 インチになったんで空気圧もかなり低めみたいです。はい、次東京サンエースです。チタンのリムブレーキロードを新しく発表してまして、ここに展示されてます。ワイドタイヤを装着できるリムブレーキでスルーアクセルのチタンフレームっていうのがコンセプトで、見てもらうとかなりワイドなグラベル用のタイヤとホイールを履いてるんですけど、ブレーキ自体はこんな感じの切削のリムブレーキになってます。でフォークはカーボンフォークなんですけど、スルーでオフセット量を変更できるように先端が小さいチップの別パーツになってますね。タイヤの幅が変わった時にも、ジオメトリーをそれに合わせて調整できるようになってるかなと思います。で、リアからブレーキ見るとこんな感じです。普通のデュアルピボットのキャリパーブレーキですね。でリアエンドはこんな感じで、UDH 規格のハンガーを採用してるんで、今後のハンガーの入手性とかに困ることはないかなと思います。でフレームの予定価格はだいたい50万円ぐらいになってるみたいです。チタンフレームってことを考えると、今はこれぐらいの価格になってしまうんかなっていう気もします。難点はホイール
難点はホイールがほぼ専用で手組みする必要があるってとこでしょうかね。今回このハブ自体リムブレーキ用のスルーアクセルのハブっていうかなり特殊なものを使ってますし、リムについてもワイドなリムブレーキ用のリムっていうのは今市場にほとんどないんで、どちらかというとこのフレームとかブレーキもですけど、このホイール自体の調達っていうのが鍵になるかなと思います。でここが一番盛況な物販ブースですね。手前にあるのが、名古屋の加藤サイクル、加藤サイですね。ホイールが40万ぐらいで、去年と同じくシューズの特売してて、ここも大盛況ですね。で、反対サイド隣が、大阪が誇る激安店上村サイクルパーツですね。ヘルメットとかも結構安いのが出てますね。カブトのフレックスエア14,850円とかだいぶやばい値段ですね。ホイールとかも奥にいっぱい釣ってありますね。でその横は、広島のカルチャー系のバイクショップグランピース。ファンです。ありがとうございます。いやいや。マックスしてください。どうもごめんなさい、左手で。すみませんすみません。いやカトサイ、ウエパー、そしてグランピー、3強ですね。ちょっとだいぶ毛色違いますよね。見どころがやっぱこの重機ですね。重機見どころなんですか。急いで作った重機。なんか高難の匂いがします。間違いです。いやでもなんかいいじゃないですか。これ自分で作ったんですか。マジですか。YouTube に上がってますのでぜひぜひ。いいっすね。こういう店楽しいですよね。そしてパナレーサー、いつも通りでかいブースを構えてます。といっても今回サイクルモードに合わせた新製品とかはなかったかなと思います。ロードタイヤで最近出た AG0 シリーズが一応メインで展示はされてます。これね、価格も手頃ですし、すごく乗りやすくて、いいタイヤかなと思います。今まで私ホイールレビュー用のタイヤアジリストデューロの TLR 使ってたんですけど、今後はこの AG0 に移行していこうかなと思ってます。であとは新型のグラベルタイヤですね。ここのバイクが履いてるんですけど、こちらグラベルキング、ZX ですね。今までのグラベルキング X1 がこういう感じのセンターまでトレッドがしっかりしたトラクション重視のパターンだったんですけど、こっちの ZX はセンターが完全なスリックでそこからちょっと細い領域にヤスリミがあって、でサイドは低めのノブっていう、ハードパックとか舗装路での転がりの軽さと、コーナーでのグリップを両立したデザインになってます。X1 に比べると、明確に高速走行レース向けっていう感じですね。グリップに関してはこっちのタイヤ自体の幅が 45C と 50C の展開から始まってて、スリックパターンになった分のグリップの低下を幅で補うようなコンセプトになってるんかなと思います。でこのタイヤは幅が 50C、ほとんどマウンテンバイクのタイヤの太さですね。実際今のグラベルレースシーンってマウンテンバイクのタイヤ2インチぐらいのタイヤを、グラベルタイヤとして転用するケースがあるんで、そういうのに対応した形の製品展開かなと思います。で次が日南を紹介、デローザですね。セライタとか、スコープとかのホイールも扱ってるんですけど、やっぱりメインはデローザですかね。これ多分辻義光さんのバイクかな。ホイールがカンパニョーノのボーラ X っていうグラベル向けのちょっとワイドなやつですねが入ってありますね。
でこのブースの裏手の方にもバイクが並んでて、で僕の一押しはこれですね、デローザアニマっていうチタンバイクです。完全にヘッドにワイヤーが入ってますけど、フレーム自体はチタンで溶接されてます。いやめっちゃ綺麗ですね。溶接痕とかもすごい均一ですね。何を隠そう私チタンバイク大好きで、家に何台もチタンフレーム持ってるんですけど、それだけにちょっとこのバイクは気になりますね。リアエンドはこれどうなってんや。エンド部分だけなんかアルミのでかい別パーツになってるみたいですね。 UDH とかじゃないみたいです。でここになんか説明書きとかいろいろ書いてあるんですけど、レイノルズのチタンチューブを使って加工してあるみたいです。でバテット加工、中央部分薄く両端は分厚くっていう加工をしてあるんですけど、そのカットサンプルがここに置いてありますね。このフレームいくらするんでしょうね。多分100万じゃ効かない気がするんですけど、次はキャニオンです。キャニオンは、マイキャニオンっていう、カラーオーダーサービスみたいなのとちょっと押し出しながら、あと奥にあるエンデュレース CFR 新型のエンデュランスレーシングバイクと、でここに最近出た激安価格のアルティメイト CFR で円米を吐いた完成車89万9000円が置いてあります。こっちが実車ですね。すごいいびつなバイクで、フレームがアルティメイトの最高級の CFR なんですけど、コンポーネントがシマノ105で、ホイールは円米の SES4.5 っていう構成になってます。コンポ以外はハイエンドみたいな構成で、値段が89万9000円。正直コンポ変えてもバイクってあんまり速くならないんで、コストのかけ方としてはすごく正しい気がしますね。で、こっちがエンデュランスのロードバイクエンデュレース CFR。マチューとかがパリルーベで乗ったようなバイクですね。特徴はエアロードのエンデュランス版みたいな、このフォルムというか構成ですね。基本的にエアロードの空力を維持しながら、より快適性を高めて、でより太い 35C とかのタイヤを履けるように設計されてるみたいです。なんか横風が当たった時の安定性とかもかなりいいらしいですね。値段が152万円なんですけど、フルデュラで TT のこのホイール履いてってなると、なんかむしろお手頃な気もしてくるんで、最近の価格高騰って怖いですね。はい、で次がサイクプラス、電動ポンプとかスマートトレーナーとかを販売しているブランドです。でこれが電動ポンプの先駆けのサイクプラスの AS2 のシリーズですね。これが一番ベーシックな、プロ有機 EL の画面付きで空気圧が分かるようになってるやつです。あとサイクルコンピューターとか、あとこんな感じのパワーメーターなんかも今後展開していくみたいですね。であとスマートトレーナー T7、これ私も今トレーニングで使ってますけど、ベルトが完全に中に入ってるんで、騒音とか振動とかが少ないですし、周囲がチェーンオイルで汚れることもないんで、すごく快適です。であとパワーメーターとか心拍計と連動する、スマートファン、これも組み合わせてやると、すごくね快適に高強度トレーニングができます。いつもここのブランドさんにはお世話になってて、いろんな製品レビューさせてもらってるんですけど、今後ペダル型のパワーメーターとか出てくみたいなんで、機会があったらぜひ試してみたいですね。Okay, thank you. 日本バイシクルオブザイヤーの、授賞式を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。まず先ほど申し上げた5ベスト、こちらの方のご紹介からいきたいと思います。
まず、5S1 代目キャノンデールスーパー6エボラブ71ですね。いやね、これねすごい良かったんですよ本当に。通常なんかこうレーシングバイクっていうとこうその動力性能とか加速性能とかそういったものがこう重視されるんですけれども、もう一つ自転車の評価軸って僕なんかで言うとやっぱりライドフィール、官能的な性能っていうものがあるんですけど、よく言われてるのはその動的性能と官能的な性能ってなかなか両立しにくいと、どっちかを取るとどっちかが下がるっていう二律背反みたいなことがあるんですけれども、やっぱ今回の新作のスーパー6エボはそこが2つが猛烈に高いレベルにあると、そこがこうできたっていうのが僕はめちゃめちゃ響いてしまって、ちなみに僕この自転車オーダーしてしまったんですけど、さすがそんな感じです。はい、これはまた皆さん多分同意見と言いますかでしょうかね。はい、そして、続いてです。はい、スペシャライズドの S ワークスエイトス2ですね。これは前作エイトスが2020年登場してから、2世代目になるエイトス2、はい、こちら南波さんいかがでしょうか。エイトスですけど、今2020年出て、で今21年のバイシクル・オブ・ザ・イヤー初代受賞したんですけど、2はその、初代が持ってた理想ですよね、それを失わずに自転車として完全にアップグレードしてきたなっていうところがみんなが5ベストに選んだ理由なんじゃないかなと思います。自転車としての性能は明らかに上がってるんですけど、初代が持ってたピュアな使命ですか、そこは全く変わってないと。であとはスペシャライズド自体がやっぱりこのサドル、タイヤ、ハンドル全部自分で作ってきてトータルパッケージで、開発できるというその技術力の高さですね、そういうところが今年の5ベストに選ばれた理由かなと思います。はい、ありがとうございます。そして3代目です。5ベスト3代目はキャノンデール、スーパー X ラブ71、これはグラベルロードになります。キャノンデールが、2代目になりますね。はい、実はこのバイク去年の年末お借りしてシクロクロス出たりとかあと、ヒルクライムで使ったり、あと当然グラベルライドでも使わせてもらったんですけど、ものすごい汎用性が高いんですよ。で今家庭の事情でいくと自転車をねそんな複数台置けるような環境じゃなくなってきているところもあって、そんな時にヒルクライムからグラベルからシクロクロスレースまで本当オールマイティに使える自転車というところで、新しい潮流を作っているバイクの一つなんじゃないかなと思ってまして、ちょっとそれで、選ばせてもらいました。なるほど、1台で全てを走ると、そして4台目いきましょう。はい、ファクター1です。はい、これ皆さん結構注目されている方も多いと思うんですけども、まず見た目のビジュアルからかなり独創的な設計をとってますが、こちら安井さんいかがでしょうか。今年はこれだろうなっていう選考始まる前からなんとなく全員今年これかなみたいな感覚あったと思うんですけど、乗るとそれを納得させる、これに今年は対象を与えるべきだろうという完成度だったなと思います。はい、じゃあ続きまして最後ですね、5代目キャノンデールシナプスラブ71ですね。こちらは、ラブ71はエンデュランスロードとして長年人気ですけども、スマートセンスっていうテクノロジーがありまして、こちらが2世代目に入りまして、それとライドフィールを融合した高次元で成立したバイクになっておりました。シナプスがすごいなと、私の印象ですね、思ったのは同じ乗り味を保って出してる。だからシナプスはシナプスであることを失っていないっていうところですね。それは多分全員、共通で持ってる認識だと思うんですけど、そういう乗り味の、チューニングがしっかりできてるので、そこかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、ということでいよいよですねこの中から大賞受賞ということで、先ほど、安井さんからもありましたけども、今年の大賞バイクはイギリスのファクターバイクス、ファクターのファクター1ですね。おめでとうございます。大賞の授賞式を行いたいと思いますので、ファクター取扱いの、トライスポーツ大西様、ご登壇いただけますでしょうか。はい、おめでとうございます。
トライスポーツの大西と申します。この度は栄えあるバイシクルオブザイヤー、ファクター1が受賞したということで、非常に光栄に思っております。見て分かる通り、かなり奇抜な見た目をしているバイクになりまして、エアロを追求しています。現状の競技のルールの中で一番速いバイクであるということをファクターが提案しているものですが、乗り手のポジショニングにも言及していまして、前乗りに乗っていただくことによってより速く、ただ前乗りに乗ってもらうと、怖さが出たりとかってことがあると思うので、その時にしっかりフロントの剛性を確保したりということで、乗り手の姿勢まで、設計に含めた、バイクになっています。これからの新しい自転車の形をファクターが提案している形になりますね。トラックのバイクで、こういう設計のものは多いですけども、これを初めてロードバイクに落とし込んできたモデルとして、まさに時代の最先端を行っているバイクかなと思います。ファクター1についてですね、選考委員の皆さんがどういう理由で選んだかというところをですね、語っていただきたいなと思うんですけども、山口さんいかがでしょう。本当このバイクすごいのが、奇抜なデザインじゃなくて細かいところまで作り込まれてるのはなんか本当に乗ってすごいと思ったんで、ぜひ皆さん機会ありましたら体験してみてください。本当に山口さんがおっしゃってた通りで、トラックバイクで、こうある潮流をロードにうまく落とし込んだなっていうのが、もう本当にこの一言に尽きる。で、そのさっきおじさんもおっしゃってましたけれども、ライディングポジションを含めてトータルでこう設計されてるっていうところのやはり凄さですよね。で、ライダーと一体になって速さを追求していく、ここがやっぱりすごかったなっていう感じがしますね。皆さんおっしゃってる乗ったら、自然普通というところなんですけど、でもう一つはこのトレンドとしてエアロロードのトレンドって時代時代で移ろってきたと思うんですよね。初代のトレックマドンがあって、でスペシャライズドベンチみたいな最初に出てきたので、やっぱその先に大きな影響を与えたと思うんですけど、このバイクも多分10年後ぐらいに振り返ったら、結構この30年単位のエアロロードの中でおそらく転換点になるだろうなと。これが普通の乗り味で出してきたっていうところがすごいところだと思います。5人目なんでもう言うことが何もないんですけど、感想は皆さんと一緒で、この見た目から想像できないほどの乗りやすさがあると。で性能もものすごく高いと。で多分来年再来年に似たような形のエアロロードいっぱい出てくると思うんですよね。そういう影響力の大きさからすると、大賞受賞はにふさわしい1台かなと思いますね。今年はですね、本当にもう選考員7名おるんですけども、7名が1人持ち点5点、そして最高得点3点までというような条件の中でですね、半数16点をですねファクター1が、持っていったと、もう圧倒的な、支持を得て受賞したバイクになります。ちなみにこの試乗車は日本に1台しかないそうで、これが今結構お店さんとかで試乗会で回ってるそうなので、ぜひ乗っていただきたいなと思います。はい、じゃあね、一回ビッグサイトの会場を出て、今から海の森公園の方の、試乗エリアの方に行ってみたいと思います。で、海の森公園までは距離が何キロかあるんですけど、そこまでシャトルバスが高頻度で出てるんで、それで乗っていく形になります。すいません、はい、お願いします。はい、ここがバス停ですね。はい、バスに乗って15分ぐらいで海の森公園側のバス停到着しました。ここからしばらく歩くみたいです。ここ試乗コースの一部みたいですね。結構ね、上り下りありますね。で、なんか丘になってるんで、今からこの階段を登らないといけないみたいです。これロードシューズで来てる人は大変かなと思います。結構ね、階段長いです。横の方を見ると多分同じぐらいの高低差を、登る試乗コースになってるみたいですね。はい、こんな感じでサイクルモードの海の森公園の、会場に到着しました。
で会場マップはこんな感じで、オンロードとオフロードの試乗コースが設けられてて、で試乗用にブースがあるみたいです。ここはね、もう完全にオフロードの土の上の会場ですね。なんで階段とかもあるんで、ロードで試乗しに来る人も、シューズは別に持ってきた方がいいかなって気がします。でキャニオンの試乗ブースでビアンキとかピナレロとか、ここは主に試乗だけする場所なんで、展示物とかは特に用意されてないんですけど、バイクの台数は揃ってる感じですね。でネペストありましたでネペストブースはこんな感じです。ちょっと様子を、手が空いたんで様子を見に来ましたで試乗車はこんな感じです。他のブースも基本的に試乗車を置いてるだけですね。ブランドによったらもう試乗受付全部埋まって終了してるとことかもあるみたいです。で、こっちがね、フードブースですね。いくつか露店が出てるし、あと入り口のとこにも自販機はあったんで、お腹空いてもなんとかはなりそうです。で、遠くの方にロード走ってる試乗コースが見えてますね。はい、じゃあね、今から試乗コースの方走っていこうと思います。今から乗るバイクがこちらです。ネペストのロゴ入りのフレームで、ホイールはネペストのリライ54、前後ともハイトが高いモデルになります。でこのホイール、内幅が 24mm と結構ワイドなんですけど、タイヤもね結構太い、これ 30C かな、太いタイヤ履いてます。ロードコースはこんな感じの道路を往復するようなレイアウトなんですけど、途中最初に登ってきた階段の脇を、登ったり降りたりする区間があって、ヒルクライムの性能とか、下りの感じとかも体験できるようなレイアウトになってます。で今までの東京会場のコースは結構ストレートが短かったんですけど、今回だいぶねコース幅も広くて走りやすいですね。でやっぱりコースの全長が長くってで幅も広いんで、過密気味であんまりスピードは出せない、今までのサイクルモードのコースに比べると、すごく走りやすいです。ここからゲートをくぐって下り区間に入ります。結構下りもくねくね曲がりながら下ってますね。そして上り区間です。しっかりねダンシングしながらフレームの剛性とか加速感とかを確かめられるような、なんかいいコースですね。お願いします。はい、わかりました。で、今回試乗に使うバイクがこちらのネペストのオリジナルのグラベルバイクです。で、ホイールは新発売のベロ50、内幅 29mm のグラベルホイールを履いてます。タイヤはね、シュワルベの G1 バイトですね。じゃあグラベルコースの試乗に行きます。ちょっと
今回ね屋外会場ってことでグラベルのコースもかなり充実しているんでどんなものかなと思うんですけど、結構コース幅広いな。なんかねシクロクロスのコースみたいですね。で一旦舗装路に出ます。で今度はグラベルロード。でここで1周です。1周5分半ぐらいですね。今までのねサイクルモード東京大阪と合わせて一番のオフロードコースですね。はい、ということでサイクルモード東京の海の森アイランド会場の試乗コースロードとマウンテンと走ってきました。ロードのコースはやっぱり今までのサイクルモードの試乗コースと比べて距離も長いですし、そのせいで他のライダーも少なくて、安全に気持ちよく速度を出して乗ることができました。あと上りの区間が長いっていうのも、バイクのフレームとか軽さとかを確かめるのにすごく良かったかなと思います。でマウンテンバイクのコースの方は、どちらかというとグラベル寄りのレイアウトだったんですけど、舗装路の他に草地とか砂利道とかがあって、路面状況の違いによってどんな振動が変わるかとか、コーナリングの具合とか確かめることができて、すごくね楽しかったです。多分ね今回東京ビッグサイトが工事中なんで、こういう試みになったんかなと思います。ビッグサイトの会場からここまで来るのに結構時間がかかって大変っていうのはもちろんデメリットの一つではあるんですけど、その分市場自体の体験っていうのは、今までよりいいものになってたかなと思いました。はい、ということで今回ネペストの手伝いって形ですけどサイクルモードの東京2026参加してきました。展示ブースがある東京ビッグサイトの第7ホールと試乗エリアがある海の森公園との間が離れてるってこともあって来場者の移動っていう点ではちょっと不便だったかなとは思います。ビッグサイトの方もやっぱ去年に比べると少し人は少なかったような気がします。ただ一方でこの試乗エリアの方コース自体は本当にすごく良くなってて、今までサイクルモードの試乗コースって、あんまりね自転車の乗り味を確かめるってことはできなかったんですけど、今年のコースに関して言えば、ロードコースにしてもそしてマウンテングラベルコースにしても距離が長いんで参加者もあまり密集してないってこともあって快適に走ることができました。来年以降どんな感じになるかはわからないんですけど、こういう充実した試乗コースっていうのはやっぱりいいなと思いました。はい、ということでそろそろ日も傾いてきてサイクルモード終了時間が迫ってきているんでぼちぼち片付けをして帰ろうと思います。今回ねベストブースで展示した新型のホイールリライなんですけど2万円引きのセールを開催中です。それに加えてこちらのクーポンコードを入力することでさらに 8% オフになって15万ちょっとで購入できますんで、検討中の方いらっしゃいましたらぜひ割引期間中に購入いただけたらと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。